どうも、ADA 大好きカプラです。おはようございます。皆さん、ADA 好きですよね。ADA とは、アクアデザイン天野という日本を代表するアクアリウムメーカーの一つです。機材から水草まで販売していて、ADA で水槽一式を揃えることも可能です。発行している雑誌や YouTube では、様々なレイアウトが掲載されていて、いろいろなイベントやレイアウトショーも開催していて、世界中のアクアリストを魅了しています。そんな ADA のレイアウトからインスピレーションを得て、今日は今までやってみたかったレイアウトがあったのでチャレンジしてみました。要は ADA のレイアウトに憧れてパクったということですね。模倣した。インスパイアしたというのが正しいですね。それが ADA のテラベースとフローパイプを使った小型水槽です。陰性水草とウィローモスで作られているシンプルなレイアウトです。これの魅力は言うまでもなく、このわびさび感です。透明感あふれる水槽、水草から滴る水滴、ひたひたと水面に落ちる水の雫が自然感を出しています。私の好きな風景の一つ、こういった滝の中に生えるシダ植物のような自然の風景を感じさせる作品です。一見整った緑のレイアウトですが、これから成長するということで見える景色がどんどん変わってくるという未完成の自然感を感じます。これがまさにわびさびですよね。ろ過器としても優秀で、ポンプで循環している水は酸素を巻き込みながら水草全体に行き渡ります。栄養はすべて水草が吸収してくれて、まさに天然のろ過器です。もう少し水深を深くすればメダカも飼えそうなレイアウトになっています。この水槽であれば水槽管理も楽そうです。かなり長い期間放置してもあまり水形が変わらず楽しめそうです。メンテナンスも簡単そうですよね。私は趣味でアクアリウムを12台管理しています。最初は週に2回の水替えや水草のトリミングも3週間に1回くらいで手間をかけていたんですが、仕事と両立することが難しくなって水槽を1個管理するのが限界でした。そんな中でほとんど水替えもせず足し水だけで管理する手間のかからないメンテナンスフリーな水槽を立ち上げるようになってから、水槽がどんどん増えてしまいました。今では日々足し水だけをして2ヶ月に1回程度トリミングをするだけの水槽管理で楽をしています。こんな管理をし始めて約4年が経ちました。普段あまりメンテナンスをゆっくりとする時間がありませんので、このテラベースレイアウトは水槽を放置しがちな私に向いてそうです。ということで今回はこれにチャレンジしたいと思います。改めまして、いつもご視聴ありがとうございます。カパラです。このチャンネルでは、忙しい人でも楽して綺麗な水槽を長期維持することをテーマに動画を作っています。ぜひチャンネル登録していただいて、少しでもお忙しい皆さんの参考になればと思います。私も少しだけ ADA の製品を使っています。水槽は ADA キューブガーデンです。水槽台も ADA のメタルキャビネットがあります。そんな ADA 製品をなんだかんだ使っている私ですが、先日 ADA ラボ大丸東京店に行ってきました。そこで展示されていたのがテラベースとフローパイプで作られたレイアウト水槽だったんですよね。それを見た瞬間、これやりたいと思っちゃったんですよね。皆さんは ADA ラボって行ったことありますか？私は初めて今年2024年の9月6日のオープンの日に行ってきました。そう、オープン初日に行ってきたんですよ。場所は東京駅の八重洲北口を出てすぐにある大丸というビルの中にあります。もともと大丸の1階にあった ADA ラボですが、一度閉店をして同じ大丸の9階に移転したようです。リニューアルしたみたいなんですが、今まで一度も行ったことがなくて違いは分かりません。今回ようやく初めて ADA ラボに行けました。
オープン初日ということで、どのくらいお客さんがいるのかワクワクしていたんですが、平日の真っ昼間だったので、そこまで人は多くありませんでした。海外のお客さんが目立ってたかな。店員さんが英語で会話をしていました。ここは体験型ショップということで、白衣を着たスタッフの人と一緒にパルダリウムのミニボトルを作るという体験ができるショップになっています。ショップの展示もネイチャーアクアリウムの水草水槽というよりパルダリウムが多く展示されていました。売られているグッズや植物もパルダリウムがメインで置かれていました。その中の一つがテラベースのレイアウトだったんですよね。動画は撮影してきていないんですが、舐めますように見て帰ってきました。はい、そんな感じで帰ってきました。私のアクアリウム部屋です。ちょっと天井が斜めの屋根裏ベース的なところでやっています。早速ね、目に焼き付けてきたテラベースレイアウトを忘れないうちに作っていきます。コーヒーを飲みながらやっていきたいと思います。用意したものはこちら。レグラスの30センチキューブ水槽、ブラックシリコンタイプです。ADA の水槽じゃなくてごめんなさい。7000円近いルーアのネオグラスエアにするか、2000円のレグラスにするかでめちゃくちゃ迷って、私の今回のゴールに一番最適なのはレグラスだと思って選んできました。今回は最終的に生態も入れてみたいので、できるだけ水の量は稼ぎたいんですよね。テラベースって意外と大きいんです。あの筒が水槽のど真ん中に配置されるってなると、ルーアのネオグラスだと結構パンパンになっちゃうんですよね。ADA のキューブガーデン300だったらテラベースを置いても余裕があると思います。ただ値段が9000円近くなるので諦めました。私にはレグラスが最適です。特にブラックシリコンタイプって水形を切り取った感じになるのがいいんですよね。フレームレスの普通のシリコンタイプは透明度が部屋との一体感を半端なくしてるんですけど、ブラックシリコンタイプはレイアウトが引き締まって見えるんですよね。その空間を切り取った中に水形が存在するかのように見え方するので、今回のテラベースレイアウトには最適かなと思って選べました。ガラスの蓋とマットがついていて2000円ってありえますか？安すぎますよ。本当にレグラスってすごいんですから。さあ、こちらが私の選んだテラベースです。信楽焼です。ごめんなさい。ADA のテラベースではないです。信楽焼です。日本の伝統工芸品である信楽焼です。値段はプライスレスということで公開しません。オーダーから完成まで1ヶ月待ちました。信楽焼は滋賀県甲賀市信楽町周辺で作られる陶磁器で、日本六甲窯の一つです。鎌倉時代中期に始まったとされ、1976年に国の伝統工芸品に指定されています。日本六甲窯とは、瀬戸、越前、常滑、信楽、丹波、備前の6つの窯を指して、中世から現在まで生産が続く代表的な陶磁器の産地のことです。縄文時代から続く日本古来の技術を継承していて、2017年に日本遺産に認定されました。そんな日本六甲窯の一つである信楽焼の特徴は、琵琶湖から取れる土を使用していて、ざっくりとした風合いと温かな土の表情が特徴です。粗い土質です。焼成による美しい火色や表面の焦げによる表情があります。触った感じは非常にザラザラとしています。めちゃくちゃウィローモスやアヌビアスナラがくっつきそうな表面になっています。大きさは長さ22センチ、口の径が10センチくらいです。これを30センチキューブ水槽に入れると大きさがちょうどいいです。この大きさがいいんですよ。私はこのテラベースを好きな形の陶器で仕上げたいと思っていました。こういった水草のレイアウトと日本の工芸品の融合を見てみたくて信楽焼を選びました。口元のすぼんだ感じがまたいいですよね。
それに筒も中心がくびれているので、水がより滴りやすいかなという読みもあります。全体をモスで包み込んでしまうので、ワンポイントでこの信楽焼っぽさを残せたらいい作品になるかなと考えています。巻きつけるモスはクリスマスモスです。ADA のウェブサイトでおすすめのモスが書いてあったので、それに習いました。このモスは陸上で育つと新芽の部分が結構細くていい感じに茂ってくれるんじゃないかなと思います。観葉植物も買ってきました。ラピッドフットです。ダバリアといって別名がラピッドフットファーンです。人参の葉っぱですね。それとフィカスプミラです。ところどころ枯れてますけど、まあいいでしょう。アスプレニウムです。ミクロソリウムみたいな感じです。ちょっと固めのロメインレタスみたいな色合いをしています。これらはみんな水上育成できて水耕栽培ができるそうです。どの草も直射日光を嫌うようです。日陰がいいようですね。そして水はけが悪いと根腐れするようです。今から作るものは常に水が流れているところになるので、水が滞ることはないけど、常に根っこが水に浸っている状態になるので、これはどうかな、うまく育てるかなと思いながら作っていきます。植物の想像している配置はこんな感じです。中に入れちゃうか、縁に巻きつけてやるか悩んでいます。これは実際に作りながら考えていくつもりです。用意した道具はこちらです。モスを巻きつけるための釣り糸、栄養供給のための毛と土、小型ポンプです。小型ポンプは試作で作ってケーブルの在庫が白しかなかったので、なぜかケーブルだけが白いポンプです。底面から水を吸うタイプですね。低い水位でも使えるやつです。流量調整ができます。マックスの流量は1時間に600リットルです。ホース 9mm と 12mm のアタッチメントがついてます。あとはフローパイプの代わりにガラスパイプです。この辺りのガラスパイプはまだ何を使うか決めてません。あとプラスチック手袋ですね。最近指の先を怪我することが多くて、水槽掃除やこういった土を触ると感染して赤くなることがあるので、今回は手袋をして作業します。早速作っていきます。最初に毛と土を使って花瓶に貼り付けていきます。これは観葉植物のためのベース作りです。この上からテラテープを巻いていきたいと思います。思いましたがうまくつきませんでした。ダメですね。テラテープと毛と土は相性が最悪でした。そして霧吹きで濡らすと毛と土が溶けて黒い水が出ました。ダメですね。毛と土作戦失敗です。即撤退です。この作戦は失敗です。一度きれいに洗い流してきました。普通にクリスマスモスを釣り糸で巻いていきます。クリスマスモスは大量にあるのでかなり豪快に巻いていきます。もうずっと巻いてますね。10分間巻き続けた結果、こんなものが出来上がりました。いい感じですね。ここに観葉植物をつけていきます。観葉植物は土やハイドロボールのポットに入っているので、根をきれいにしてばらしていきます。どこにつけるか悩ましいですね。花瓶の縁につけるだけだと背の高いラピッドフットは倒れてしまいます。少し縁の下あたりを目標にして巻いて固定していくのが良さそうですね。直接釣り糸を巻いていくと根を傷めてしまうので、クリスマスモスをくっつけながら巻きました。続いてアスプレニウムです。これも同じようにつけていきます。仕上げにフィカスプミラですね。同じように巻いていきます。アクセントで赤い草も植えました。これは家の水上育成をしているプランターから水草を取ってきました。ルドビジアスーパーレッドの水上用です。こんな感じで仕上げました。ここまでで30分ほどかかりましたね。ほとんど花瓶の縁付近に草を配置しました。クリスマスモスはたくさん量があったんですが、全部使い切っちゃいました。さて、大まかなレイアウトができたので、この後はポンプを使って花瓶の中に水を入れます。その水が花瓶から溢れてモスを伝って植物に水と栄養が行き渡ります。そんな計画です。
それでは循環ポンプをつけていきます。ポンプはこんな配置にしています。こうやっておけばポンプを隠せるのでいいですね。ただガラスパイプを使うのでちょっと配置に悩みました。スポンジフィルターを使って中に入れようと思ったんですが、ガラスパイプの幅が狭くて花瓶に引っかかってしまうのでうまく配置ができそうにありませんでした。スポンジフィルターは諦めました。ガラスパイプはスピンパイプの方が相性が良さそうでした。ポンプには付属のアタッチメントがあるので、ガラスパイプと 12mm のクリアホースだけでこれができました。高さを結構調整しました。スピンパイプですと水が跳ね飛びますから、花瓶の縁より上に上げすぎると観葉植物にシャワーのように水しぶきがかかります。常に水しぶきがかかってしまうので、アヌビアスとかを育成するにはいいんでしょうけど、今回使う観葉植物には向いてなさそうです。そのためガラスパイプの位置は花瓶の中に入れるように低く設置しました。これでメインのポンプの構造部分は完成です。水入れは飼育水を使います。飼育水を使う理由はバクテリアがもうすでに住み着いている水なので、これで立ち上げると苔が生えすぎることなく環境が安定するためです。ではポンプを回してみます。めちゃくちゃいい感じですね。水流がすごくいい感じです。湧き水感あります。音も結構静かで運転していますね。これ大成功です。モーターを取り出してみるとこれだけのパワーがありました。ものすごい循環能力がありますね。これだけパワーがあるのに花瓶の中に入れることで本当に静かに穏やかに水が花瓶全体に広がってます。いい感じですね。早速植物から水が滴り出しました。今回はさらに小さな信楽焼も入れてみました。これには庭で育てていた水上葉が植わってます。こんな感じで穴の開いた容器にカッチャックンの布を置いてそこに植えました。ニューラージパールグラスやロタラ、ショートヘアグラスなどが植わっているこの水上葉たちを土のまま入れました。土といっても使用済みのソイルを入れているので、ソイルで育った水草ですね。追加でルドビジアのトリコロールの水上葉も使っていきます。このルドビジアのトリコロールは茎がかなり太いので、水上葉になってもしっかりと栄養さえあれば寄せ植えとして使うことができる水草です。それを植えたのがこの状態です。いい感じにまとまりました。花瓶の中はこんな感じになってます。しっかり水が動いてますね。そして縁の周りに追加でオーストラリアンクローバーを植えました。植物の植わっている後ろの方はこんな感じで膨らんでます。かなりウィローモスと植物の根で膨らんでますね。ある意味モスのカップのような状態になりました。で、このままだと栄養が少ないのでケト土をここに使っていきます。少し練って乾燥させたケト土を用意しました。これをピンセットで観葉植物の根元に差し込んであります。ここまで乾燥させると最初の霧吹きのように泥水になるなんていうことが起きづらくなります。クリスマスモスのカップの中に差し込むとしっかりとケト土ボールを包み込んでくれるので、水が流れても泥が出てきません。これで栄養の心配はあまりしなくても済みそうですね。ケト土はゆっくりと植物が分解して栄養にしていくためのもので、液肥のように加えてすぐ水全体に栄養素が広がるなんてことはありません。水をきれいに苔も生やさずに管理するなら、ケト土ボールを後から追加する方法が向いてるかもしれません。まだ何ヶ月も維持してみないと分かりませんが、ケト土はピクタのボスやそのプランツファームのボスも植物に対する効果の出方を解説してますので、気になる方はそちらを見てみてください。私はこれでうまくいくとすでに確信しています。さて、1ヶ月が経ちました。どうですか？パッと見うまくいってます。草たちも少しモリモリっとしてきました。フィカスプミラも新芽が出て少し柔らかい葉っぱが生えてます。
シュカスペミュラは乾くとカラカラの葉っぱになるようで、少し柔らかい葉っぱが生えているのはいい状態らしいです。ラピッドフットファンは乾燥して枯れちゃうかなと思ったんですが、意外と生き残ってくれてます。まずまずの状態です。アスプレニウムは先端が枯れているところもありますけど、新芽が出始めているので良さそうです。下の小さなプランターの水上葉たちも元気そうです。グラストステグマやニューラジパールグラスが元気そうです。このまま育てていけば、この器を越えて垂れ下がって生えていきそうです。ロタラは水中に葉っぱを伸ばしつつあります。後ろのルドビジアトリコロールも成長してますね。ルドビジアスーパーレッドはすごい空中で元気に生えてます。このライトの光に向かってしっかりと伸びていっているように見えます。これは照射範囲を変えられるスポットライトです。ウィークアーカーのミニ 7F です。400ルーメンのライトなんですが、当てている場所に苔も生えず、水草が成長しているので、光量がちょうど良さそうです。調光はこんな感じにしています。ワームホワイトが 44%、クールホワイトが 56% です。使用電力は 100% です。水上用のミニポットにだけ光が当たるような、そんな向きや照射範囲で絞ってます。水槽全体を照らしているのはミニ9です。585ルーメンの RGB プラス UVA ライトです。調光は赤が 19%、緑が 30%、青が 22%、UVA が 100% で、使用電力は 43% です。両方とも照射時間は10時間で、そのうち前後2時間は5段階で自動的に段階照射、段階消灯をしています。この調光で1ヶ月苔も生えずに維持できています。水質は硝酸塩、亜硝酸塩は0です。GH は8です。KH は6です。pH は 7.2 です。他の放置水槽ではあまり見ないデータになりました。私の他の放置水槽は GH や KH が非常に低く pH も6前後です。これは信楽焼の影響と言っても過言ではないかなと思います。水温は24度に設定しています。10W の小型ヒーターを使ってます。さて、こんな感じで維持してきましたが、順調そうに見えます。信楽焼っぽさはこの花瓶の口元の部分に残しています。風合いがいい感じですよね。クリスマスモスももう少し育ったらモサモサになってくれそうです。アヌビアス7とかも下の方に巻き付けたかったんですが、葉っぱの表面が乾いてしまいそうなのでやめておきました。そのうちモスがいい感じに茂ってきたら植物を増やしてみるのも面白そうです。あとは観葉植物の根元に植え込んだケト土がどう影響を与えてくれるのか観察していきたいですね。まだ維持して1ヶ月なので、これからが本番だと思います。今後もこの水槽を維持していきます。ぜひまた見てください。ところでこの水槽、何の魚入れたらいいですかね。生態は詳しくないのでぜひ教えてください。